それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、年下さんとの恋愛、恋の行方について見ていきます。よろしくお願いします。では、お相手と今のあなたの2人の関係性、バランスっていうところを見ていきます。ではこちらから今のお二人の関係性を見ていきます。お相手よりあなたの方が今の関係性をどうにかしたいとか、今の関係性じゃ不満だっていうのが出てきています。お相手はすごく今満足な状態っていうのがあるんですね。お二人の関係性っていうのがしっかりと紡がれているので、今まで連絡のやり取りしているとか、長いこと友人としてお付き合いしているとかね、同じ職場かもしれないんですが、お二人の関係性っていうのがちゃんと育まれています。今その関係性でお相手はすごくあなたから癒しっていうのをもらっていますし、一緒にいて落ち着くとか安心できるとか、そういうことを思ってくださっているので、優しい気持ちになれるんですよね、一緒にいて。これからもうまくやっていきたいっていうふうに思ってる。でもあなたの方が、それだと私満足いかないのっていうところに今いらっしゃるんです。そして何があったとかではなくて、今以上の関係性に発展したいっていうことをあなたが望んでいると思うんですよね。なので今この立場上お互いうまくやっているんだけれども、あなたとしてはもうこれ以上の関係に進んでいきたい。だから片思いっていう感じで見た方がいいのかなと思います。そしてお相手は今の関係性で十分満足だし、何かね、それ以上のことを求めていたりとか、今以上の関係っていうところに今そこまで発展っていうのを望んでいない、ずっとね仲良くやっていきたいなっていう思いはあるんですよ。なので今そのあなたとお相手の関係性っていうところにもよるんですが、お付き合いされてる方だとしたら、あなたとここで円満にずっとね末永くお付き合いしていきたいっていうのをお相手は感じているし、すごく満足だっていうのが出てくるんですよね。あなたと一緒にいて楽しい、今の関係性で楽しくてずっと続けていきたい。これが片思いの関係性だとしたら、今の状態で十分満足ですっていうことなので、だからあなたとしては物足りない、このままじゃ嫌だっていう風にね、自分をどこか押さえつけてるような状態でもあるので、まだね好きですっていう風に本音を言えていないんじゃないかなっていうのを感じるんです。お付き合いされているとしても、パートナーに対してまだ自分の本音を言えていない、なんか我慢していることがある、伝えきれない本音、今のままだとなんか刺激が足りないとかね、そういう風にあなたが感じているような感じです。ただ関係性としてはすごく今良い感じっていうのが出てきています。ずっとね仲良くやってきたのが、それでお相手もいいなっていう風に思ってくださってるので、これをじゃあ恋愛関係に発展させていくためにはっていう風にテーマとして取り上げていくのかね。お付き合いされてる方だとしたら、今以上の関係性にっていうことで捉えてください。こう見ていくと、まだその片思いなのかなっていうのを感じるので、ある程度の関係性があったとしても、なので今そのように話を進めていきましょう。カップルの方は言葉を当てはめてご覧になってください。現状あなたは今以上のものを求めているんじゃないかっていうところです。ただね、その浅い関係性とかではなくて、それなりにお互いの関係っていうのを育まれてきてるよっていうのはありますね。お相手はあなたと一緒にいる時間すごく楽しいっていうのが出てくるので、やり取りされてるんじゃないかなとも思います。では今の障害になっているところどこなのっていうと、ここのハーミットのカードですね。多分あなただと思うんですけど、
いつお相手に何を伝えようとか、自分のどんなお気持ちをどう伝えていけばいいのかっていうところで迷走されていたりとか、そうですね、まだお相手に全て見せきれていないし、本音ですよね。恋愛関係になっていきたいとかね、告白を考えていたりとか、お付き合いできたらいいなって思ってるんだけど、言えないから、今の状況で不満で、なんかぐるぐるしちゃってるような状態っていうのが、ここの課題、お二人の今の関係性を乗り越えていくための、ここですね、出てきています。じゃあお相手ってどういう風に動いてくるのっていうところだと、このジャスティスのカード、そしてアドバイスも強硬のカードなので、今のその関係性っていうところですよね。社会的な関係性っていうのかな、表向きの関係性というか、そういうところでの、お付き合いの仕方を考えていきながら、どうやってプライベートに持っていくかとか、もっとね恋人として深くつながっていくかっていうところを踏み込んでいけるのかどうかっていうのが今のテーマなのかなと思います。どうでしょうね。そのお相手に恋愛関係を求めた時に、この方はっきりと答えは示してくれると思うんです。ただその答えがじゃあイエスなのかノーなのかっていうのをそれはっきり聞くの怖いんじゃないかなっていうのもあります。あなたの方が。だから言えないとかね。もしかしてはっきりしてっていう風に言ったらノーって言われるんじゃないかっていうね、このかなりお相手はっきりした方っていうのも入ってくるんです。落ち着いていてマイペースなんですが、ね、周りのことも大切にするし、かなり協調性のある方だからね、優しい方なんだけれども、何かねはっきり答えをくださいって言った時には言うところ言うんじゃないかなっていう性格の方なんじゃないかなと思うんですね。だからこそ切り込んでいくのが怖いとか、今の立場を崩してまであなたが深く潜っていくのが怖いとかね、そういうところがあるんじゃないかな。本当の本当はあなたは変えていきたいんですよ。恋愛関係に持っていきたいっていうのが出てきて、お相手がじゃああなたに好き好きって熱烈なアタックしてくるのかって言ったらどうかなっていうところがあるので、はっきりとね自分の芯を持っているので、自分はこうですよってことは教えてくれるんだけど、それはじゃあイエスなのとか私のこと好きなのっていうところになると、まだねちょっとお相手がどう感じてくれてるのかっていうところはあります。ただ今のお互いの関係性としてこのまま育んでいきたいとかね、ずっと仲良くやっていきたいっていうところはあるんです。あまり波風立てたくないかなっていうのがお相手の正直なところだと思います。今のお二人の関係性で捉えてください。同じ職場にいるんですっていう方だとしたら、その職場の中であなたとずっと仲間としてやっていきたいと思ってらっしゃるのか、恋人だとしたらそのままずっとお付き合いしていきたいと思ってるのかっていうところもあると思うんです。お相手のね、どうしたいのかっていう、あなたとどうしたいのかっていうこと、そしてあなたに対しての思いとかもね、少しもらっていこうと思います。何がしたくてどう思ってるのか、お相手のお気持ち、サポートですね。支えていきたいっていうことは出てきています。ラブなの？ラブじゃないの？っていうところが気になりますよね。そして私どうしたらいいのっていうところで、この課題のところをもう少しもらいましょうか。まだ今模索していく感じっていうのは出てきています。あと支えてくれる人、あなたを支えてくれる人、お相手もそうだと思うし、他にもいるかもしれません。今近しい仲間、そして相談できる人に相談していくといいんじゃないかっていうアドバイスも出てるし、これお相手なんじゃないかなと私は思うんですね。強硬のカードです。社会的に関係性のつながりがあるんじゃないかと思ったんですね。同じ職場だったりとかチーム、コミュニティの中にいるんじゃないか。そしてお相手はみんなをまとめるようなリーダー的な存在の方、でもすごく優しい思いやりのある方。このお相手を頼っていくんだけれども、どうやって頼っていこうかなっていうところで、あなた自身がまだ考えているところがあると思います。お相手はあなたの支えになっていきたい。でもそれはパートナーシップというよりは、そうですね、同じコミュニティの中で支え合っていきたいとかね、そういうお気持ちが強いのかなっていうのが今出てきています。お相手は
恋愛感情というよりは誠実なお気持ちで人としてあなたと接していて、直接やり取りをしていたりとか、支えていきたいっていう風に感じていたり、下心がないっていう風に捉えていただくといいんじゃないかと思います。条件をつけずにあなたを愛してくれる人、批判することもなく、思慮深く正直で誠実な方ですね。だからあなたを支えていきたいとか、あなたの心のケアをしていきたいっていうのが、お相手の今のあなたに対するお気持ちとして出ています。それね、悪いわけじゃないんだけど、物足りないんだよねっていうのがあなたのところに出てきてるんですよね。あなたとしてはもう少し刺激が欲しいとか、恋愛関係になっていきたいとかね、はっきりとイチャイチャしたいとかね、そういうことが思ってらっしゃるのかなとは思うんですが、仲はいいんだけど友達の域から超えていけないんじゃないかとかね、そういうお気持ちがあなたの方に出てるんじゃないかなと思います。ヒーリングのカードですね。その癒しのカードがあなたのところに入ってきました。何をすればいいのっていうところで、癒しを求めていくこと、そして光を求めて、あなたは今暗闇の中一人で歩いていませんか？周りの人に相談しないで一人で抱え込んでいたりとか、抱え込みすぎていたり、自分一人で考えればなんとかなるとかね、誰にも分かってもらえないこの気持ちとか、そのように感じてるかもしれません。私何をすればいいの？まず自分自身を癒す時間をとっていきましょう。人生に流れてくる癒しのエネルギーを迎え入れる時です。そしてその癒しのエネルギーを周りの人たちに分け与えていきましょう。まずあなたには今癒しの時間が必要です。心も体も癒していきましょう。そしてその後ね、自分は癒される価値があるんだっていうことを信じてください。どこかで自分を拒否していたりとか、自分は頑張んなきゃいけないんだとかね、何か求めすぎているところがあったり、自分自身厳しくしすぎていたのかもしれません。だからこそ今自分に許しと癒しを与えてください。優しくしてくださいね。自分自身のことを後回しにして他のことを考えていたり、周りのことを優先させたりとかしていたのではないでしょうか。太陽の光には強力な癒しのエネルギーがあります。日光浴をしてぜひ癒しを自分の中に取り入れてください。そして自分自身元気づけて前向きになっていきましょう。自然と触れ合うことで癒しがあなたの中に入ってきます。そうすることで自分の中の視野が広がったり、心が落ち着くことで、一つ答えがすっきりと出てきたりとか、求めすぎていたんだな。だからもうちょっとゆっくりやってみようかなとか、あまり焦らずにお相手と関係性を育んでいこうかなとかね、決して悪くはないんですよ。すごくね、癒しとかもね出てきてるので、ただそうだな、お相手サポートとかね、そういうこと強く出てきてるから、何か今恋愛関係においてはっきりさせるとかではなくて、あなたを支えていきたい、今あなたが落ち込んでいたり疲れていたりするのかなっていうのもあります。我慢してることあるんじゃないかなっていうのは察してはいるんですが、あなたがお相手に対して言いたい本音っていうところまでは察していないかもしれないです。ただ一緒にいて癒しの時間をあげたいとか、自分自身もあなたから受け取ってるからね、優しくしてもらってるから自分も同じぐらい返していきたいなとかね、そういうことはあります。ここですね。支えていきたい、誠実に向き合っていきたい、これをプラスに捉えてください。ということは悪い印象を持っていないので、じゃあこれからもっともっとプラスな方向に持っていけるんだって、ただし焦らずねっていうのが出てきているから、ゆっくりと取り掛かっていきましょう。せっかく今までの関係性を育んできたものっていうのがあるので、それも大切にしていきながらっていうので、あなた自身も自分自身に誠実であるかどうか、そしてお相手に対しても誠実に今向き合えているのかどうか、いろんなモヤモヤしたお気持ち解消させていくのは癒しですよっていうのが出てきています。サポートしたいっていうお相手に対してもそれを受け入れていってもいいんじゃないかなと思いますね。私一人でもできるからとか大丈夫よっていうことを口癖にしないでね、そのままありがたく受け取っていきましょう。そうしたいんじゃないかなと思います。で、そのお相手のお気持ち、じゃあその恋愛関係に発展していく可能性あるのかとかね、あとそうですね、正義感で溢れているっていうかね、そういう感じがするんです、お相手が。まだなんて言うんでしょうね、
あなたの前では誠実でありたいとかね、そういうことを考えてくれてる、優しくしたいなとかね、下心っていうのが見えないんですよ。ある意味平等に接しているって言えばそうだし、あなたは自分だけ特別視してほしいとかね、そういうことを今考えているのかもしれないし、今以上のものを求めているんですが、お相手恋愛関係になっていけそうですかっていう可能性として出していきましょう。ルノルマンから恋愛関係になっていく可能性を出していきます。34番、魚のカード、すごくあるよって出てきました。恋愛関係になっていけます。大丈夫。可能性すごくぐんと広がりましたね。でも縛り付けることはしないでっていうのは出てくるかな。条件は出てきそうな感じですね。何かに縛られない、縛りすぎないでっていうのがあるので、でも自由すぎてもいけないんですよ。だからうまいバランスをとっていかなきゃいけないっていうところはあります。この人が望んでいることってある程度お互いが、大人の時間を持ちながらね、大人の一人の人間として自由な一人時間を持ちながら、だけど誠実にお互い向き合っていて程よい距離感でバランスとっていきたい、向かい合っていきたいよねっていうのがこの人の理想の形なんですね。恋愛の理想の形だと思います。あまりガチガチに束縛しすぎることなく、いつ誰と何してるのとかそういうこととかじゃなくてね、早く返事欲しいなとかそうでもなくて、かといって釣った魚に餌をあげないタイプでもないから、大人のお付き合いみたいなね、そんな感じだと思います。恋愛なのでカリカリするようなことをあまりされたくないし、自分もしないしっていうところで、ある程度の自由でありながら、だけどお互い誠実に向き合っているよって、他の人と遊んだりとか浮気したりとかね、そういうことはしないしっていうことで、落ち着いた関係性ですね。そういうことを望んでらっしゃるし、可能性としてどんどん広がっていくっていうのが出てきています。だから諦めないでください。今の現状、満足いかないことがあるとか、言えていない本音があるとか、どうしても伝えたいっていうことがあったとしても、まだちょっとぐるぐる迷走している、伝えられない、うまく言えないっていうところもあると思うから、まず落ち着きましょう。時間を自分のために使ってくださいっていうふうに出てきていました。そして社会的な関係性ね、職場のつながりがあるとか、そうですね、その方々とかは、そのコミュニティの中でお相手と近づいていくことっていうのもいいと思いますし、あんまり目くじら立てずにねっていうのがあるから、この人ね、そんなにたくさんの異性の人と遊んだりとか、思わせぶりな態度を取ったりとかするような人じゃないので、すごく誠実な方なのでね、そこを信じてくださいっていうのが出てきています。恋愛関係に発展していく可能性があるよっていうのが出てきたので、じゃあこれからお相手はね、その恋愛関係としての動きっていうのは今はその恋愛的要素としてはないけど、その人としてあなたを支えていきたいっていう思いがあるのでね、そこに甘えていってください。ではこれから恋愛関係に発展していくためにどうすればいいのかなっていうことと、この人年齢について気にしているのかなっていうところも出そうと思ったんですけど、もうここですでに出てきています。年齢のことは半分考えてるけど半分考えていないです。恋愛関係になっていくんだったら年齢は関係ないっていうふうに捉えているし、その今の関係性ね、社会的なつながりとか今の関係性においては多少ね、年齢のことは気にしているところはあります。それは職場が一緒でとか上司でとか先輩でとかそういうところの兼ね合いがあるからだと思います。職場が一緒じゃなくても、同じ趣味のコミュニティの中にいたとしても、年上の方としてあなたに対してそのように接しているところもあると思う。でも恋愛関係になったらそこは関係なくなっていくんじゃないかなっていうのもあります。お互い平等にっていうところがあるので。はい。ということで、じゃあ年齢のことはここクリアしたので、ではこれからどうやったら恋愛関係により一層近づいていけるのかなっていうところね、この癒しっていうところとか、その他のこともね、今取り入れていきながら最後にアドバイスもらっていきましょう。ではそれぞれのカードから1枚ずつ出していきます。
こね1枚出てきているのとで2枚ね取っていきます。ノルマンももらっていきます。そしてマーメイドのオラクルからももらっていきましょう。はい、それではまずマーメイドから見ていきます。自分の内側を知ること、そして、雲のカードですね。ここを一貫して同じようなことを言ってるかなと思います。そうですね。あなたがモヤモヤしていることとかもあって、我慢してることとかね、嫌だなとかこうしたいなとかね、自分はこう思ってるのにとかね、そういうことが出てきていると思うんですが、それはもう解決することが自分自身の中で必要になってきます。お相手を疑うお気持ちだったりとか、自分たちの関係性を不安に感じてしまったりとか、そういうところあるのかなって思ったんですね。ずっと出てるんです。我慢しているとか、不満に思ってることがあるってあなたの方で出てきているので、いろいろとあなたが不安に思いすぎているのかもしれません。疑問に感じすぎていたりとか、それをまず癒しだったりとか、あまり束縛しないことだったりとかね、ある程度の自由っていうのをお互い持っていく必要がある。自分の内なる声っていうところなんですが、これが自分の内なる声とお相手の内なる声とそれぞれあって、それぞれ今バランス取ったりとか見つめ合っていくことが必要になってくるでしょう。かといって今すぐじゃあお相手に本音教えてよって言っても、教えてはくれると思うんですけど、発展していけるのかって言ったら、そんな急ぐなっていう風に出てきてるので、まず自分の気持ち落ち着かせるために疑心暗鬼になっていることとか削っていきましょう。そこまでモヤモヤしなくても大丈夫って、これね、疑ってる気持ちを晴らしていきましょうねっていうメッセージなんですよね。だからすごく今モヤモヤしてるんだと思います。シンプルに関係性が進んでいかないとかね、恋愛関係になっていかないとか、そのようなことでモヤモヤしてるんだと思います。でも今そのモヤモヤを自分自身で晴らしていく、もしくはもう少し時間経っていくと晴れていくからっていう風に恋愛関係に発展する可能性がすごくあるのでね。だからまだ今はっていうことで、まず今は自分自身を癒すことからっていうことですね。そしてタロットカードディスクの5番、そしてこちらがジャンピングでさっき飛んできたのがカップのプリンセス、というカードが出ています。なるほど。こちら今あなたがより恋愛関係に発展させていくためにどんなことすればいいのか、自分の中で今苦しいなとか厳しい現状だなとかね、乗り越えていかなきゃいけない何かがあるっていうことで感じていたり、または自分が孤独を感じていたりとかするのかもしれません。お相手はサポートするよって言ってくれてるんだけど、それを跳ねのけていたりとか受け取らなかったりとかしているのかもしれない。または自分が一人ぼっちになってるような、いきなり寂しさに襲われてしまったりとか、これから先どうしようってね、不安でいっぱいとかね、そういうことが出てきてるかもしれない。お相手に見つめてほしい、もう恋愛対象として思ってほしいし、求愛してほしいと思ってるんだけれども、それが叶わないからモヤモヤするっていうことで、まずモヤモヤを晴らさないといけないねっていうところは出てきています。それは誰かに解消させてもらうってことももちろんあるんですよ。サポート、周りにたくさんの仲間がいるし、このお相手を頼っていってもいいし、だからあなたの方でもっと恋愛的要素を込めてアプローチしていってもいいんですよ。少しずつね、一歩ずつっていう感じで、ドカーンっていくとお相手もびっくりしちゃうので、少しずつ今の関係性から恋愛関係になっていくためにアピールしていく、恋愛的なアピールをしていく、デートのお誘いをするとか、連絡先交換するとか、 LINE とかでやり取りする、今恋人いるんですかとかね、どんなタイプが好きなんですかとか、そういうところから始めていってもいいんじゃないかっていう風に入っています。そのときめき忘れないでください。これを大切にしていきましょう。
ね、誠実であることっていうのも大切なんだけど、まずときめきですよね。お相手にときめくようなことでアプローチしていくのもいいと思うんですよね。自分の直感を疑わずに信じてくださいねっていうカードの他に、お相手にときめき要素をあなたが足していけばいいんじゃないかなっていうのも出てきています。ちょっと遊び心を持ってやってもいいよって、あまり悲観的にならずにねって、ハードル高いなってあなたの中で思ってるかもしれないけど、まずはやってみましょうって。もし今の現状を変えていきたいと思うのであれば、癒したりモヤモヤを晴らした後はちょっとずつ恋愛的要素でアプローチしてみてください。そしてこちらのお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。こちらは知的を表すカードです。知りたいと思うことに対して知識を深めていきましょう。そうすることで世界が広がっていきます。そうすることであなたは心が満たされていくのです。あなたの心は日々柔らかくなっていき、新しい可能性が広がるでしょう。はい、というふうにいろいろ知識を深めることで新しい世界がどんどん広がって可能性も広がりますっていうメッセージでした。こちらもお受け取りください。全然可能性ありますからね、落ち着いてゆっくりと育まれてみてください。もちろん今の現状も育んでいるものってあると思うんですが、プラス恋愛要素を足していきたいっていう風にね、アピールしていってみましょう。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、年下との恋愛、恋の行方について見ていきます。はい、年下さんはあなたのことをどう思っているのか、また年齢のことは気にされているのかどうかっていうところも見ていこうと思います。ではこちらからお二人の関係性バランスもらっていきます。はい、こちら2番をお選びいただいた方、ここを切り込んでいきますね。お相手と何かあったのかなっていうことが出てきています。エネルギー同士のぶつかり合いがあったりとか、あなたの方から先手を切ってお相手に切り込んでいったことがあるんじゃないかなっていうのがあります。それはその良い意味でもそうじゃないことでもどちらでもっていうことで、そうですね。あなたの方から告白したっていう方もいると思うし、それをお相手が受けてね、あなたからの告白を受けて、そしてじゃあどうしていくのかっていうところもあると思う。なんかね、三角関係っていう感じもするんです。他の人に負けたくないから自分でアピールしていますっていうあなたの感じ、イメージっていうのが入ってきていて、もう今しかないんじゃないかって。お相手に何かを伝えるとするんだったら、今もう伝えちゃったよっていう方とか、今これからね、こう伝えようって思ってたとか、まさに今そう思ってたんだとかね。あともう二度とこのチャンスがないんじゃないかっていう風に、あなたの方でそのようなエネルギーとかってね、いうのを感じていて、誰にも負けたくないとか、お相手を取られたくないとかね、そういうお気持ちっていうのが出てきています。でもね、そのお相手も、なんかね、そのあなたがそういうお気持ちで、お相手もそこに対抗してるわけじゃないんですけど、なんかこう意見のぶつかり合いとかじゃなかったら、喧嘩してるとかこうぶつかり合いがもしないのであれば、お相手はあなたに言われたことによってなんかそこに強い衝撃っていうのを受けたっぽいですね。それは出てきています。だけどそれがあったからこそ、より良い関係性になっていくんじゃないかっていう風に捉えることもできます。
ただやはりこのライバルの存在というか、誰か他にも存在があるんじゃないかっていうところはどうしても拭えないところがあるので、このあたりをもう少しもらっていこうと思います。お相手ね、今タワーのカードが出てるので、自分の中でこう揺れるようなこと、揺れ動くような衝撃があったりとか、こうイカズチが落ちて、わーっていうふうに思うようなことがあったり、でもそんなことがあっても、決してこの塔は崩れていないので、自分は崩れ落ちないんだっていうような強い信念を持ってるのかもしれないですね。なんかこう衝撃が走ったよっていうことが出てきている。だけどこれがあったからこそ、より良いものになっていくんじゃないかっていうところが出てきているので、ここね、少し複雑だなっていうふうに見てて思いました。なんかこうエネルギー同士のぶつかり合いなのかもしれないし、どっちが言ったとか、やった、言われた、されたとかね、そういう言い合いになってる感じもするし、でもそうじゃなかったとしたら、もう今しかないんじゃないかってあなたが思っていたり、またお相手の方でも、始まりのカードを出してきてるので、ここですね、ワンドのエースが出てきてるので、衝撃があったんだけれども、より良いものになっていったんだとか、なっていくんだっていう気持ちがあるんじゃないかなと思ったんです。だけど、じゃあお相手の方から何かアプローチしてくるんですかっていうと、ワンドの5番なので、やっぱり争いとかね、競い合いとかそういうことが出てくるんです。何を競い合うのっていう感じもするんですけど、競い合うというか試練があるんじゃないかな。2人の恋愛関係を進めていくにあたって試練があって、それをどう乗り越えていくのかっていうふうにお相手が考えたりとか、または乗り越えようと奮闘したりするんじゃないかなと思うんです。自分一人で立ち向かっていくっていうふうに思っている方もいるだろうし、そうですね、なんか意見が分かれたとしても、それをうまくまとめていこうっていうふうに思ってるかもしれない。いろんな情報が入ってくるので、もう少し細かく見ていきましょう。まず2人の関係性について1枚もらっていきます。2人の関係性1枚もらって、そしてあとお相手が、どんな風に動いてくれるのかっていうところで1枚もらいます。はい、そしてあとはそうですね、今ね、ここの課題として出しているところ、課題だったり障害っていうところでカップのページ3が出てきてるんですね。そう、なんかロマンスが始まっていくために、その関係性を今変えようってあなたが頑張ってるのか、ね、ドカッと、例えば告白みたいな感じでね、ガラッと変えるような展開をあなたの方で起こしたのか、革命を起こしたのか、でもお相手かもしれないんですよね。お相手の方で革命を起こしたっていう可能性もあるし、またはもう一人ライバルのような存在がいて、その人のことが気になるとかね、そういうこともあるので、ここの、課題、障害に対しても1枚出していきます。で、ここで見ていきましょう。はい。まずはこの3枚で見ていきます。まずはお二人の関係性ですね。太陽のカード。すごいいいことだなっていう風に。なんかいろいろあったけど、すべてうまくまとまっていくとか、収まったとか、より良い関係性になったっていうことが出てます。カップの9、ウィッシュカード。いわゆる願望成就って言われてるカードと太陽のカードが揃ってるので、何か動かしたことが成功へと導かれたっていう風に捉えるといいと思います。お互い頑張ったとかね、衝撃があったこと、ガラッと何かを変えるような革命を起こそうとしたことが成功したんだっていう、今の2人の関係性としては明るいです。いや、揉めてるんですとか喧嘩してるんですっていう方でも、それは雨降って地固まるっていう風に捉えるといいんじゃないかと思います。で、そしてあとここの障害っていうところと、あとお相手の動きに対しての補足で1枚36番クロスのカード、何かを願っている、収束を願っていたりとか。で、そしてこちらの障害のところで、コウノトリさんのカードで、どうかなと思います、ここ。でも決してネガティブではなくて前向きに捉えてくださいっていうのがあるから、今まさに2人の関係性が恋愛関係として、始まっていくんじゃないかなっていうところもあるし、
何か革命を起こしたことによって悲しみも伴ってきましたよねって、決して楽な道じゃなかったですよねっていうのも出てきています。お相手の方で何かね、区切りをつけるような、ことがあったんじゃないかなとも思います。はっきりとさせるとか、収束に向かって自分が動いているとか、または願っていたりとか、落ち着けばいいなとか、早くことが片付くといいなとかっていうふうに思っていたり、終わらせていかなければいけないんだ、何よってこうやって競い合っていくことを、何と競い合っていくの、やっぱり誰かがいるんじゃないかっていうところだったりとか、またはその自分たち以外の誰かのことについて喧嘩したり話し合ったりとか、もやもやしていたりとかするようなことがあったんだけれども、特にお相手の方でそれを強く感じていたかもしれない。でも今起こったことによってはっきりとお互いの気持ちが分かったとかね、そして恋愛関係に発展していけるようになったとかね、あえて関係性を壊していくことでより強い信頼関係を築いていけたとか、お相手の本心としては新しく始めていきたいとか、モチベーションが高まっている状態なんですよね。今ここで出発するスタートのカードです。壊れたんだけれど、一回崩れたとか、衝撃が走るようなことがあったんだけれども、そこからまたスタートっていうところの気持ちになっているから、結局は自分の芯っていうところは、本当のね、根本的なところは崩れてはいない。っていうのはあります。しっかりと立っている。衝撃は走ったんだけど。だからいらなくなったものは崩れ落ちていったんだけど、必要なものだけ残って、じゃあそこからまた始めましょうみたいなところでお相手のスタンスがここに出てきています。関係性としてはすごくいいですね。なんか波が立つようなこととかあったんだけど、結局うまくまとまっていったっていう風な流れで出てきていますね。なんかね、複雑な感じが出ていますよね。結果としてはすごくいいんですよ。今の関係性っていうところで丸く落ち着いてくるので、何かお互いの中であったっていうのが出てきてるんですが、でもこれは太陽のように輝いて落ち着いていきます。でもそのアドバイスのところを見るとソードの3番も出ていますし、お相手等だし、あなたはワンドの7番で、お相手の動きとしてもワンドの5番なので、ぶつかり合いとかね、そういうのは出てきたのではないかなっていうのはあります。だけど信じてください。お相手はあなたのことをどう思っていますか、あなたに対してどういうことをしていきたいですかっていうことで、お相手からあなたに伝えたいことっていうのをもらっていきます。ただ本心としてはそのワンドのエースが入ってますから、お相手の中で一回崩れちゃったことがもしあったとしても、具合良くないとか起き上がれないようなこと、ショックなこととかがもしあったとしても、そこからまた這い上がってくるモチベーションが今高まったっていう風に出てきてるので、だからこそ今2人の関係性がより良いものになっていくって、お相手があなたに対して思っているお気持ち、待ってねっていう風に出てます。ウェイティングだけど、この待つっていうことはこの朝日を今待っているんですよ。この人魚はあなたに対してのお気持ちウェイティングなので、お相手は自分のお気持ち願いっていうのがあって、それがもうすぐ叶うっていうのがこのカードのメッセージなんですが、ここの太陽ね、朝日が昇ってくる、これを待ってるんですよね。ことが落ち着くのをこの人は待ってるのかもしれないし、朗報が届くのを待つ。でもこれはただ待つだけじゃなくて、待ってる間自分が何ができるかなっていうのを考えているんですよ。ということはお相手はでも何かがあったりとか待ったりとかね、忍耐しているってことは出てきているので、その間にも自分の中で希望っていうのがちゃんとここにあって、朝日が昇るのをずっと待っている。今耐えているよっていうところがあって、物事が落ち着くのを待っているのかもしれないし、あなたの状況どうでしょうか。あなたの状況が落ち着くのを待っているのかもしれないし、ただこれはもう間もなくこのお相手に対して物事が落ち着いたり、朗報がやってくるっていうことが伝わってくるカードなので、お相手はあなたに対してこれから望んでいること、明るい未来っていうのを待っている、望んでいるんじゃないかなっていうのも出てきています。はい。だからこの人からじゃあ飛び込んでいくのかっていう可能性もあるんですよ。待つだけじゃなくて、これは動くっていうメッセージも入っているので、
待つ間に自分が何ができるのかっていうのを考えて、そこで動くっていう答えを出した人は動くっていうのがあるので、このお相手がね、動くっていう選択をした場合は動いてくると思います。でも少し気になるかなと思いますね。そうですね、自分一人で立ち向かっていくべきなのかとかね、周りの巻き込んでいくのかとかね、そういうところとかも、結構出てきてるかな。ワンドの7番も出てるので、変化することでお互いがぶつかり合ったりとか、エネルギーが溢れてしまっているような感じもするんですよね。そしてお相手があなたに対して思ってるお気持ち分かりました。少し待ってるような感じですね。物事が過ぎていくのを待つとか、そういうこともあります。少し見ている方によって変わってくるかなと思うんですが、あなたも一人で頑張らなくてもいいんだよっていう風に入ってくるんですけど、お互いがお互いで今取り組んでいることとか、それぞれが頑張っていること、それぞれが主張したいことがあるんじゃないかなというのも出てきます。助けを求めてくださいっていうカードですね。お互いが助けたり助けてもらったりするときです。助けを求めることが状況を解決するための第一歩となります。一人で頑張りすぎる必要はありません。そして連絡することをためらわないでください。この状況に悪戦苦闘する必要はありません。一人で頑張らなくてもいいんです。助けを求めれば叱るべきタイミングで助けが入ってくるでしょう。あなたの手元にある携帯電話を使って勇気を出して電話で助けを求めてみましょう。助けてくれそうな誰か、友達、家族、お相手、今助けを求めていきましょう。もしくは助けを求められた時に答えていきましょう。それぞれが一人で頑張っていたりとか、それぞれ感じていて抱えていて戦っていることがあったりとかするので、分かち合っていくこと、共有していくことっていうのがここポイントになってくるかなとも思います。移動することっていうのもアドバイスとして入っていますね。例えばより良い関係性に動かしていきたい、物事を流していきたいんだけど、うまくそれが流れていかなくて滞っているとか、そうですね、お相手の方でも言いたいことがあってもまだ言えていないとか、でもね、その関係性を見ると、もともとすごく相性が良いとか、素晴らしい関係性だっていうのがあって、どんな困難がもしあったとしても乗り越えていける相性なので、だから今何かがあるのかなっていうのがします。もともと仲良くて相性いいんだけど、今ちょっといざこざに巻き込まれているとかね、そういう感じもするので、ライバルの存在も可能性としてなくはないんですけど、じゃあお相手が他に好きな人がいるのかとか、そういうことじゃなくて、例えば誰かがいるからとか、異性の人と遊びに行く行かないとかで揉めたりとか、噂を聞いて嫌な気持ちになったとかね、そういうことかもしれないので、恋愛関係を求めていったんだけどっていう方もいるんでしょうか。はい、2人の恋の近未来で出します。タロット4枚で見ていきます。そうですね、アドバイス的な要素も踏まえながら4枚カードを追加で出していきました。そうですね、お相手マジシャン、リスクの4番、ワンドのキング、はい、うまくいっていきます。流れていきます。大丈夫。強いエネルギーをコントロールすることっていうのは必要になってくるんですが、ただ思いやりを持ってね、柔らかくやっていきましょう。一人で頑張りすぎていたのではないでしょうか。でも今だっていう風な何かタイミング、きっかけをあなたは掴んでいるからこそ動いたとか考えたとかってことがあると思います。
そして焦っていたっていうのもあるのかなと思うんですが、一旦落ち着いてゆっくりと、そして時間を流れるのを待って、お相手と一緒に思い合う時間っていうのを作っていきましょう。今連絡やり取りしている方であれば、あなたの方から声かけてあげて、優しくね、誘導してあげるような感じで流していくといいと思います。お相手すごくポジティブなカードを出してるんですよね。マジシャンを出してるので、何かあって一回ゼロの状態に戻っていたとしても、そこからまた始めていくんだよっていうのはやっぱりここ強く出てきていますね。動いていく。なんかね、待つっていうカードも出てたんですけど、この人動くんじゃないかなと思いました。待つっていうことも動きの一つ、最良の手段だっていう風に捉えていけば、待つってこともね、選択するかもしれないけど、でもその後はね、動いていくと思います。自分から飛び込んでいくんじゃないかなと思います。模索していたり、いろいろ何しようかな、どうしようかなとか、何がいいのかなっていう最良の道を考えていて、答えが出たらこの人は動いてくると思いますね。より良い関係性にしていくためにっていうことで出てきます。で、アドバイスカードにソードの3番が出てるので、例えばライバルの存在を気にしていたり、他の異性ってことですね、ことを気にしていたりとか、他の人好きなんじゃないかなとかね、そういうことを考えて悲しみに暮れるのは終わりにしましょうっていうこととか、あとその他のカードとかも見ていると、もともと2人って相性が良かったり、話通じやすかったりとかすると思うので、それで今何かあって、揺れ動くようなことがあって不安だっていうふうに思っていても、執着していることからそれをね、手放していかないと柔らかくなっていけないわよっていうふうにカードが出てるんですね。だから、まず執着してる気持ち、思い、もやもやしてるものとか、そういうことを手放していったりとか、一人で頑張ることとか、誰にも負けたくないとか、自分だけとかね、そういうことをまず取っ払っていきましょう。ゆったりとね、落ち着いて、過ごしていきましょう。しがみついて離せないもの、執着しているものがあるんじゃないのかなっていうカードが出てきています。だから余計傷ついたりとかするのかもしれないから、その悲しみを流し切ってくださいっていうカードですね。では、その他に、このお相手とね、恋愛関係に発展する可能性ありますかって、今もしね、パートナーの関係性じゃない方はね、こうやって見ていくと、お二人がお付き合いしている可能性もあるんですよね。お付き合いしている状況で、今喧嘩しちゃったとかね。で、仲直りに向かって、今二人で取り組んでいる、それぞれがね、仲直りに向けて取り組んでいるっていう方もいると思うんです。その一方で片思いですっていう方もいらっしゃると思うので、この恋愛関係に発展する可能性ありますかっていうことで出していきます。はい、1枚もらっていきましょう。ガーデンのカードです。大丈夫。恋愛関係に発展する可能性広がっています。ガーデンというのは人脈が広がるとか、お食事デートだったりとか、楽しい時間とか、そういうことも表しているので、まずはそのお相手とデートする時間を設けたりとか、いや、まだデートはっていう方は連絡先交換してやり取り始めてみるとかね。今何かそのお互いあったかもしれないけど、そのことをさっと水に流して、また新しく仲を始めていくんだっていうお気持ちで、ゆったりと構えてエレガントにね、上品に構えてやってくださいということが出てきています。可能性としては全然あるので、デートを重ねる、時間を重ねていけば見えてくるものもあるだろうし、広がっていくものもある。で、人脈のカードなので、助っ人に入ってくれるような人が出てくるかもしれないですよね。で、その方々を頼りにして広げていってもいいし、十分広がる可能性ありますというのは出てきました。じゃあ最終的にそのアドバイスカードの他にもうちょっとね、アドバイスもらっていって、でそしてお相手が年齢のことを気にしている可能性はあるのかないのかっていうふうに見ていくと、この時点ではあると思います。可能性としては年齢を考えている可能性はあります。で、今回は年下のお相手っていう風な限定してるので、こっちのお相手の方がね、年下なのでね、自分が年下ってことを気にしてるのかもしれないし、年が離れているとか、あなたが年上とかね、そういうこともお相手は考えていると思います。
そして結婚だったりとか、その先のことっていうのも考えているのかもしれません、このお相手がっていうのは出てきています。でもね、やっぱりね、太陽とねカップの9っていうのが大きいですよね。2人の関係性を示すところにこの2枚が入ってきてるので、年齢のことがあったりとか、他の状況のことがあったとしても、それを乗り越えていけるだけの相性や2人のエネルギーっていうのを持ってて、今ちょっとね方向性がずれていたりとか、違うところをお互い見ているところだから、それが同じ方向を見た時に、合致ができた時に、同じ方向性を向いて一つの道を2人で決めて進んでいった時に、ものすごいエネルギーとして進んでいけるっていうのが出てきています。はい、ドリーミングのカードがアドバイスカードで、この子2枚ねもらっていきましょう。まず心身のバランスを整えていきましょう。夢を表すカードで、まずあなたが睡眠不足になっていないか、健康状態を害していないかどうかっていうのを確かめてみてください。就寝前どのように過ごすかっていうことに、集中してくださいね。心を落ち着かせてから眠りましょう。不安な気持ちで眠りに入ってしまうと深く眠れなくなってしまいます。より入眠しやすいようなグッズね、取り入れたりとか、香りとか手触りのいいものとか、自分が心地いいと思う空間を作って眠りにつきましょう。心を癒してくださいねっていうところですね。あなた自身が年齢のことに対して気にしている場合もあるので、そこはね、その2人で話し合ってどうするっていうことで決めていけばいいと思うんです。なぜかというと、結果としては2人の関係性って太陽とカップの9だからです。年齢差があったとしても、お相手ね、そこは考えているけど、年齢差があるから諦めようとかやめようとかじゃなくて、それをどう乗り越えていくかっていうことで、そのあたりはね、話し合いが必要だと思います。でもその年齢が違うから恋愛関係になっていけないとか、そういうことじゃないのでね、そこはクリアしていけるようにお互い努めてみてくださいっていうのが出てきています。まずはその痛めた心を癒してくださいっていうこと、眠れていないのかなって。お相手もあなたもお互い今ね、状況コンディションっていうのがあまり良くないのかなっていうのは出てきています。で、本心のところではお互い進んでいきたいとかね、乗っていきたいっていうところがあるし、もともと感じているご縁相性っていうところもちゃんと出てきていますから、あとは今の状況をどう乗り越えていくかとか、自分たちのバランス、心、体っていうところをどう見ていくかっていうところがポイントなんじゃないかなと思いますね。ではこの後見ていきましょう。お選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。あなた自身が決断すること、手放すこと、流れに身を任せること、自分に投資をすることと、それぞれ決めてあなたは進んできたと思います。周りに流されることなく、あなた自身の生き方をこれからも尊重していきましょう。はい、いろんなことを選択してきました。これからも自分軸で自分で選んで自分の生きる道っていうのを決めて進んでくださいっていうカードですね。背中を押してくれるカードです。周りに流されることない。年齢とかね、外から見える情報だけで全て決める必要はありません。今起きている出来事とかで揺れたり不安になったりすることで、どうしようっていうふうに今はね、決めることないよって、外側から見えてることじゃなくて、重要なのはあなた自身がどうしたいのかとか、何を選んで進んでいくのかっていうことです。はい、お相手に対して深い愛情を抱いていたり、相性をね、いいなっていう風に感じているのであれば、それを信じて進んでくださいねっていうのも出てきていますね。ちょっと2番さん複雑だなって、複雑に絡んでるなっていうところは出てきてるんですが、ね、そのお相手揺れていること、なんか衝撃が走るようなことがあったりとか、あなたに対して待っている、望みを持って待っていたりとか、争い事があるのであればそれが落ち着くといいなっていうお気持ちがあったりとか、ね、でもあなたに対しても、お互いが今助け合う時ですよっていうのも出ているし、はい、年齢のことは気にしてはいますが、そこは多分これから先ずっとお付き合いしていく上でっていうことだと思います。年齢差があるから恋愛関係になっていけないっていうこととかではありません。
あなたは自分の思う道をこれからも選んで進んでください。そしてあとね、睡眠のバランス、心身のバランスっていうのも見てみてください。執着を手放すこと、お相手と恋愛関係はこれから可能性ぐんと広がっていきます。ここの太陽とカップの9を忘れずにいてください。はい、このようにまとめていきましたが、それでもね、分かりづらかったら申し訳ありません。かなり入り組んでいるなっていうイメージで入ってきました。今回は年下さんとの恋愛、恋の行方について見ていきました。年齢差についてどう思っているのかとか、お相手のお気持ち、これからの動き、流れっていうのも読みましたので、ぜひ参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、年下さんとの恋愛、恋の行方について見ていきます。よろしくお願いします。ではこちらのタロットカードから今のお二人の関係性、状況、そしてお相手の本音、お相手は恋愛的要素で動いてきてくれるのかどうかっていうところをもらっていきます。はい、それでは見ていきます。そう、昔というか少し前ね、仲良かったなっていう風にあなたの方で出てきています。お相手と仲良かったんだけど、それ以上発展できなかったとかね、今以上にもう仲良くなれないのかなっていう風に、あなた自身が今の関係性より次に行くことに今恐れていて、今の関係性崩したくないっていうのもあると思うし、失恋するのが怖いとかね、失恋するぐらいだったら今の気持ちを抱えたまま、今の好きだっていうお気持ちのまま、今の関係性を続けた方がいいのかなっていうふうに思っていたりとか、でもそうしているうちにどんどんとネガティブになっていっていませんかっていうね、もうなんかその臆病になっている自分からさよならしませんかっていう風にカードが出てきています。今の2人の関係性ってやっぱりこの社会的なつながりっていうのが強く出てきていて、で中にはね、あなたの方が年上なのでお相手は年齢を気にしていて、それから先に動けないとかっていうところもあると思います。だけどそのお相手が年齢を気にしていたとしても、それを乗り越えていけるだけの力っていうのがお二人にはあるし、ご縁もつながりがあるので、それを信じてあなたが一歩踏み出していく時なんじゃないかっていうのが出てきています。お相手今カップの5番が出てきているので、何か失ってしまったことに対しての悲しいお気持ちだったりとか、心配していたりとかで、そういうお気持ち、今希望が出てきていない、見えていない状態なんですね。なんか真っ暗闇の中を見つめているような感じっていうのが出てきているし、あなたは過去お相手と仲良かったことを思い出して、あの頃良かったなっていうふうに思ってるような状態、お二人ともね、似ているところがあります。気持ち通じるのが早いし、お互いの思ってることを分かりやすかったり理解しやすいってところがあると思う。同じ共感できるようなところがたくさんあるから、お相手がなんで今落ち込んでいるというか、なんかね、今の現状に対して暗いお気持ちでいるのかなっていうところも、あなただったら感じ取っているかもしれません。お相手の方の本心っていうところでリスク6番出てきています。今の関係性についてね、なんか仲良くやっていきたいっていう思いもあるんですけど、これまさに立場を表していたり、施しのカードなので見返りを求めずにあなたを大切にしていきたい。でもそれってじゃあ恋愛感情あるのっていうふうに問われると、今まで築き上げてきた人間関係をそのまま活かしながら続けていきたいっていうことだから、じゃあ恋愛関係ときめきっていうのがあるのかどうかってところが少し
わからないところ、見えてこないところがあるんですね。今の関係性のまま仲良くやっていきたいなっていうのが本心であるのかもしれないし、でも優しくしたいっていうのはあるんですよね、あなたに対して。でもそれは恋愛感情としての優しさなの？それともそれは今この社会的立場でいる上でのこの関係性の中での親切心から来てるのっていうところで、どっちなんだいっていうところを聞きたいよっていうところがあると思うんだけど、でもそのあなたの方から恐れていないで前に進む時がやってきてるんじゃないのって、過去ばかり見ていなくてこれから先の未来っていうところに目を向けていく必要があるんじゃないかなっていうのが出てきています。じゃあお相手って動いてきてくれるのって言ったら、カップのクイーン、ディスクのクイーンなので、お相手はね、その受け身というか受け取る側としていると思います。この人が自分からあなたに対して積極的にアプローチするというよりは、あなたがスタートを切ることによってそれを受け取って、じゃあそこでどうやって育んでいきましょうかとかね、より豊かなものにしていくためにはどうしましょうかとか、そういうところにいるんだと思います。でも大切に思っているところは変わりがないので、それをドキドキ感を持たせていくのかねっていうところは、あなたのこれから次第っていうところが入ってきます。このアドバイスカードは節制のカードです。これいろんな意味があって、まずバランスを取ることっていうのが一番に入ってきます。今あなたの健康状態とかもあまりよろしくないのではないかというのが出てきてるんですね。いろいろお疲れなんじゃないっていうところがあります。そこからまず抜け出すことね。気持ち、メンタルってところもそうだし、2人の関係性をこれから未来のことね、見つめる上でも、まず体のこと、心身のことをきれいに整えていく必要があるんじゃないかなっていうアドバイスが出てきているし、その他にもこのお互いの距離感についてね、もう一度今あなたが考える時が必要になってくるかもしれません。恋愛関係としての距離感なのか、今の関係性としてね、うまく調和をとっていくのかっていうことで、でもどの形にしてもね、程よい距離感でやっていくのがベストですっていうのは出てきています。お相手があなたに対して今どんなお気持ちでいるのか、こちらのオラクルカードからもらっていきます。あなたに対して何をしたいのか。優しいっていうことは分かりました。ね、お相手優しくしたい、あなたに対して優しくしたいとか、仲良くこうやってね、手の中で育んでいきたいものがあるっていうふうに言ってるのは分かりました。お互いちょうどいいバランス、距離感でやっていきたいっていうことなのかもしれません。お相手があなたにしたいこと、フリースピリット、その自由な魂っていうことなので、お互い自由でありたいとか、何にもとらわれたくないっていうところの本音もあるんですけど、あなた自身も何かにとらわれていたり制限かけていませんかっていうふうにお相手から見えているよって、そこから今放たれていった方がいいんじゃないかなっていうふうに、かなりこの方は楽観的にね、ポジティブ主義者なのかもしれませんね。でも今の現状的には少しがっかりしてるというか、暗闇の中にはいるんですけど、だからこそ自分も自由になる気持ちを持ちたいし、あなたに対しても今落ち込んでいることとか目を向けていることからもう少し自由になってもいいんじゃないか、解放させてあげたいし、解放自分もしていきたいっていう風にね、自由でありたいっていうのが一番に出てきます。お互いの心の声や魂のつながりを感じて、それを調和を図っていきたいっていうのがお相手の一番の願いですね。コインの6番、あとフリースピリットなので、でもだからといってあなたの方ががんじがらめにお相手を固めてしまってるとかではなくて、自分自身固めてるんじゃないんですかっていう感じでカードは出てきています。自分でとらわれすぎていませんかって、昔の自分だったりとか、お相手との過ごした昔の時間だったりとか、過去のことを見ていて未来を今見えていない、先行きがね、これから先どうなっちゃうんだろうってことで目を向けられなくて、どうしても過去のこと、楽しかった時間とかっていうのを振り返ってしまうんだって、臆病になっているんだっていうところが出てきていますから、そうですね、お相手はもう少し自分自身も表に出していきたいし、あなたのことも知りたい。だからつまり本音をもうちょっと語り合いたいんじゃないかなっていうのがあります。お相手の現状のところで1枚ルノルマン出しましょうか。
お相手の現状はカップの5番なので、何に対して失ってしまったんだとかって思ってるのか、もしくは心配ですよね。あなたのことを心配してるっていうのが一番に入ってくるかもしれないんだけど、もう少し見てみましょう。お相手の現状で1枚、35番怒りのカード。これはお仕事やもしくはお互いの信頼関係っていうのも表しています。自分に対しての自信がなくなっちゃったってこともそうかもしれないし、2人の今絆、信頼関係っていうのはどうでしょう。またはお仕事っていうね、そういうのも入ってきます。仕事上の付き合いだったりとかね、関係性として。まだその今パブリックな関係性でプライベートの中に発展できていないとかね、そういうことも出てきています。そうね、お相手が今失ってしまったとか心配していることとしては絆だったりとか、お仕事の関係、あなたとね関係性があればそのことを心配していたりとか、もう少ししっかりと自分がやっていきたいんだけどうまくできない自信がないっていうところなのかもしれません。それは出てきました。でもこの後じゃあお相手と恋愛関係になっていける可能性ありますかっていうことで見ていきましょう。そしてルノルマンカードからお相手とこの恋が発展していくのかどうかっていうので1枚出していきます。もちろんこれはパートナー関係の方でも見ることができます。今以上に良い関係になっていけるのか、可能性は広がっていきますか。12番鳥のカードです。可能性広がっていきます。コミュニケーションはでも必要です。ね、コミュニケーションの鳥のカードが入っているので、これはでもあなたの方から積極的にコミュニケーションを取っていくといいのかなと思います。奥手になってませんか今。自分の中で考えていて動けなくなっていたりとか、もう終わりだっていう風にあなたが感じていることが原因ですよっていう風に出てくるんですね。または心身のバランスを崩していること、だから健康体をまず取り戻すことが一番で、今その健康状態問題ないよっていう方は本当に今奥手になっていて自分から動けない状態だと思うので、未来の自分を信じて過去の自分に打ち勝ってあなたが進んでいくコミュニケーションを活発にお相手に向けて働きかけていきましょう。この人ね、受け取ってくれるので、受け取った後で育むってことをしてくれるんですよ。だから今はその優しさって親切心じゃないのみたいなことを思ったとしても、コミュニケーション重ねてください。連絡取り合ってみてください。デートの約束してもいいと思います。積極的に行くとこの人もそこから膨らませてくれるので、また見方が変わるとかね、この人の感じ方が変わってくるっていう可能性十分あります。なのでまずコミュニケーションを重ねることと、あとバランスですね。距離感を見ながらっていうことでいうことを見てくださいね。その立場上の関係性とかね、そういうことを気にされている方はそのあたりの兼ね合いも含めながら進めていかれるといいんじゃないかなっていうふうに思いました。では、アドバイスカードもらっていきましょう。こちらのマーメイドのカード、そしてルノルマンからもそうですね、私に何をすればいいのって言ったら、バランスとコミュニケーションっていうのが出てきているし、お相手自由っていうカードを出しているので、まずの本音知らないと恋愛関係になっていけないよねっていうところもあるんじゃないかなと思います。まだね、パートナーシップじゃない方はね、片思いです。助けを求めてくださいっていうカードです。コミュニケーション。よっぽどコミュ障じゃないのみたいなことでカードが言ってるんですけど、自分から行くの勇気いりますかって。だから浅い関係性かもしれないですよね。こうやって見てると、立場上の問題があって乗り越えるのにハードル高いんですとか、この人に仲良くなってくださいって話しかけることとか、連絡先まだ知らないっていう方もいるかもしれないんですね。もうストレートにコミュニケーションしてくださいっていう風に直でもう入ってきました。こう2枚ね入ってきてるんです。言葉だけじゃなくてね、どんなもの使ってもいいよって、またはお相手ともうすでにねコミュニケーション取れてますよっていう方は、最近お相手に言えていなかったことあるんじゃないんですかっていうのも出てきています。
それはあなたが緊張していたり、お相手のことを大切に思うからなんだよって。だから言葉で言い残したこと、言い忘れたこと、あれ言いたかったんだっていう風に、なんであの時言えなかったんだろうって思う方は、それを文字に起こして手紙とかメールで送ってもいいと思う。いろんな形、いろんなツールを使って、あなたのお気持ち、そしてコミュニケーションをお相手と重ねていってください。同じね、コミュニケーションのカードが出てきましたね。やっぱりここが一番大事なのかな。で、そして一人で抱え込みすぎずに助けを求めてくださいっていうカードも入ってるんですよね。助けたり助けられたり、ここね、お相手の方もそうなんですよ。分け与える。自分が受け取ったり与えたりっていうね、このお相手の本心と少し近いところがあるかもしれません。助けたり助けられたり、このワードでピンとくる方はそれを意識してください。あとコミュニケーションね。はい、お相手との関係性でお互い支え合う。まだその恋愛関係の意味じゃなかったとしてもね、仕事上支え合うとか、友達として今支え合っていくとか、ね、あなたが助けを求めたり、またお相手から求められたりすることがあると思います。その時に大丈夫、一人でやっていけるからとかね、そういう一人でも大丈夫だよとか、そういうこと言わずにね、大丈夫って控えたら大丈夫だよっていう風に口癖になってませんかっていうのが出てきてるから、大丈夫って控えたら、いや実はね困っててとかね、助けてとかね、素直に言うといいと思います。そうですね。このように出てきました。じゃあお相手ね、年齢のことを気にされているところはあるんですよ。でも恋愛関係になる可能性ってコミュニケーション重ねていくと広がっていくので、可能性としてはすごくある。だからその年齢差があったとしても、恋愛関係になる時にはそれを受け入れると思うんですね。今はまだその年上の方っていうね、そういう意味合いも感じているところがあります。お相手の中でこのあなたのことをね、年上の方っていうふうには見ています。そうですね。でも恋愛関係になるとまた違うと思いますね。ではこのアドバイスカードももらっていきました。このね4枚ですね、コミュニケーションとバランスと助け合う、助けを求めるっていうことでね、あなたが今できることについてアドバイスもらっていったので、こちらも参考にしてください。それではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。こちらは分析を表すカードです。あなたの素晴らしいところは分析して理解を深めようとするところです。たとえ相手の欠点であっても、あなたはきっと相手を分かろうとするでしょう。より人生を明るく楽しくしていきたいというあなたの思いが言葉となって軽やかに伝わる時なんです。より良い関係性、より明るい関係性、楽しくしていきたいというあなたの願いを言葉に乗せて届けていきましょう。やっぱりね、言葉届けるっていうのはコミュニケーションなのかなって思いますね。でもそれはあなたがお相手を知りたいって思うからだよって、欠点も含めてね、この人を理解していきたいっていう気持ちが強いからこそできることなんですって。だから自信持ってね、過去の自分と自分を比べることなく、未来に目を向けてやっていきましょう。勇気持ってコミュニケーション取ってみてください。今回は年下との恋愛、この恋どうなるのかっていうことをテーマに見ていきました。お相手が年齢差のことについてどう思ってるのかっていうことも含めてアドバイスもらっていきましたので、この中から参考になることだけでも取り入れてみてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。いかがだったでしょうか。年下さんとの恋愛、恋の行方について見ていきました。こちらもいつもご好評いただいている年下のお相手シリーズとなります。今現在私のチャンネルで取り扱っているシリーズ化しているものは、まず今出てきた年下さんとの恋愛シリーズと、あとはシリーズ化しているものは推しシリーズで、夜のちぎりシリーズ、その他には時々ね取り上げているのが他にもありますよね。でもシリーズとしてはこのあたりかなと思います。で、最近出会い系のリーディングをしていないので、出会いについてもねリーディングしていきたいなと思っています。
また定期的に更新していきますので、その時にご覧いただけたらなと思います。結婚や出会いを最近取り上げていないので、そのあたりをね、やっていこうかなと思います。ちょうど春になるのでね、新しい出会いもあればいいなっていうことでね、見ていきたいなと思っています。はい、ということで今回はこちらのメッセージ from the mermaid、 こちらのオラクルカードからメッセージをもらおうと思います。久しぶりにこのマーメイドのオラクルカードを使うような気がします。はい、ではこちらから早速もらっていきましょう。今回もプチ占い3択でやっていきます。占いというよりね、オラクルカードなので、何か今の自分に必要なメッセージを伝えてくれるものとしてね、こちらをお受け取りいただけたらなと思います。で、今回は年下さんとの恋愛なので、今あなた自身が年齢差のことについて考えているのかな、どうでしょう。今でも年齢差ってそんなにあまり気にしなくないですか？どうでしょう。人にもよるのかもしれないですよね。でも年齢が違うからね、すごく離れているから恋愛対象外ですとかね、そんなこと考える人めっきり減ったんじゃないかなっていうイメージがありますが、では今その私が年下のお相手に対してしてあげられること、自分が相手に対してどんなことが今できるのかなっていうこと、何を意識したらいいのかなっていうのをテーマで見ていきましょう。こちらも3枚もらっていきます。で、そちらでお好きなもの1枚お選びください。はい、この3枚を出します。左、真ん中、右でお好きなもの1枚お選びください。で、お選びいただいている間に、こちらからお話をさせてください。この度、2月2日をもちましてチャンネル開設1周年を迎えました。正式には2月1日なんですが、初めて動画を投稿した時から丸1年経過しました。本当に1年間続けてこれたのは、皆様の温かい応援、コメント、高評価、そして様々な形で応援してくださって、いつも本当にありがとうございます。皆様のおかげです。本当にこうやって一人で、作業を続けていると、ものすごい孤独感を感じたりとか、自分はダメなんじゃないかって落ち込む日とかもあるんですね。そうやって落ち込んでいる中でもコメントに励まされたりとか、こういう風にやっていこうっていう風に新しい発見につながったり、改善しようって思えたり、より良いものをお届けしたいとか、より良い自分になっていきたいっていう風に高い目標を持つことができて、モチベーションを保ってやってこれました。本当にありがとうございます。忙しい間、時間を自分で確保して続けてこれたこと、定期的に動画を出していけたことを本当に感謝しています。本当にいつもありがとうございます。で、この1年を通していろんな形で変化していったものもあります。例えばショート動画を始めたりとか、メンバーシップ開設したりだとか、様々といろいろと変化を辿ってきましたね。ライブ配信したりとか、様々変わってきたことがあるんですが、そのより良いものにってことはずっと変わらず持ち続けていて、それはずっとこれからも変わらずあります。それを持ちながらどうしたらいいかなってことを考えて常に更新していけるようなチャンネルにしていきたいと思っています。どうぞ何卒これからもよろしくお願いします。はい、ということで、1年のご挨拶、お礼とさせていただきました。そうですね。その1周年記念、そしてチャンネル登録者5000名様突破いたしました。ありがとうございます。もう気づけばあっという間に今、5400名様登録ありがとうございます。あっという間で本当にびっくりしています。はい、そしてまさか自分が1年間このように定期的に動画を投稿してこれたことも奇跡だなと思っていますし、いつもこのチャンネルをご覧いただいている方も本当にいつも感謝しています。ありがとうございますっていうことと、まさかね5000人の方に登録していただけるなんてっていうことで、まさかという形でびっくりもしていますし、同時にありがたい気持ちでもあります。なので今回は1周年記念と5000名突破記念ということで、2名の方に
無料個人鑑定をプレゼントしようっていう企画を設けました。詳しくはコミュニティ欄に詳細書いていますので、そちらからお申し込みください。ニックネームを書いていただくだけで大丈夫です。2名様以上お申し込みがあった場合というか、今現在もうすでに2名様超えていますので、抽選になると思います。で、抽選もちゃんと動画で撮影してその場で抽選するっていう公平に抽選させていただきます。当選された2名様は通話鑑定かメール鑑定かお選びいただくことができます。通常私はメール鑑定だけ行っているんですが、今回特別に1周年なので、次はね2周年になるんですけど、1年に1回通話鑑定っていうプレゼントをしようと思っています。どんな風に通話するのとか、そういうことについては当選された方と詳しくお話を進めていきたいと思います。まずは公式 LINE からのチャットのやり取りっていうのを行いますので、当選された方は公式 LINE からメッセージを送ってください。はい、ではいろいろとお礼のお話が長くなりましたが、こちら3択メッセージもらっていきましょう。今回は真ん中の方からメッセージをもらっていきます。わー、ラブ、真ん中いきなりラブが来た。恋愛や人間愛に心を開いてください。その中に飛び込んでデートに出かけたり、今の関係に再び火をつけたりするのもいいでしょう。っていう愛を表すカードです。無償の愛というこの上ない喜びに包まれています。あなたは自分自身を愛し、そしてお相手のことも十分に愛する力があります。なので自分を信じて、自分の価値を信じてね、自分の魅力もすべて、自分が愛しいということもね、すべて肯定的に捉えて、そしてその愛をお相手に伝えていきましょう。ただ愛するだけですよって、ただって言うけど、それが非常に難しい時もあるんです。でも今のあなたはね、それを難なくお相手に伝えていくことができるでしょう。その他には、愛を伝えるの他に香りを取り入れるっていうのもいいでしょう。お気に入りの香水を身にまとったり、アロマオイルとかね、アロマキャンドルなどでお部屋の中をいい香り、自分がいいなと思う香りに包まれて幸運をゲットしていきましょう。そのような気持ちでそのような自分のリラックスした気持ちで心を満たしていきましょう。お相手にも香りのあるものをプレゼントしたりとかするのもいいと思います。では次、右をお選びいただいた方見ていきましょう。ブレーキングフリーっていうカードですね。解放を表しています。状況をありのままに見てみましょう。気づかないうちにいろいろなことに巻き込まれていませんか？今あなたの心が削られている、身も心もね、疲れているような状況であれば、それらから解放していきましょう。深みにはまっているんでしょうか？難しい状況に巻き込まれて逃げ出せないような気がしているのかもしれません。どんな状況からも解放される方法はあると知ってください。必要なのは前向きな考え方とほんの少しの希望だけです。お相手に対して今どんなことを働きかけていけばいいですかというと、今解放っていうカードが出てきました。そして健全でお互いのためになる関係を新しく作っていきましょう。もしかしたらお相手が何かに巻き込まれて苦しい状況にいるのかもしれません。その時はあなたが間に入っても大丈夫そうな場合は助けに入ってください。はい、もしかしたらね、手を出さない方がいいなっていう案件の場合もありますからね、状況をしっかり見てお相手に今助けに入るかどうかっていうところを見極めてください。でまず解放っていうワードなので、お相手をリラックスさせてあげることがいいんじゃないかなっていうのが出てきています。何かにしがらみにとらわれていたりとかね、お互いしているのかもしれないので、自分自身に対しても解放っていうことをするといいでしょう。そして左をお選びいただいた方は Ask for Help、助けを求めましょうっていうカードですね。助けを求めたり、または求められたら答えていきましょう。私たちは決して一人じゃないよっていうことをお相手に教えてあげてください。またはお相手が助けたいっていうふうに申し出てきた場合は素直に甘えて受け取りましょうっていうことで、あまりややこしく考えずにシンプルに、もうこれね、電話するってカードなんです。マーメイドが貝に向かって
声を吹き込んでるんですね。この回は現代社会で言うと携帯電話、スマホです。だからお相手に電話をかけるっていうことも一つのラッキーアクションとして捉えてください。助けを求めるとか求められる以外にも電話をかけましょうっていうのもね、ラッキーアクションとして入っていますよ。今回はこちら3枚に分けて見ていきました。メッセージそれぞれお受け取りください。はい、ではこのあたりで今回は終わらせていただきます。本当に1周年ありがとうございます。またね、2周年目迎えられるように、これからも定期的に更新を続けられるように、自分自身の体調も管理していきながら、自分自身の夢も追いかけていきながら、とことん自分は突き進んでいくぞっていう気持ちで今いますので、どうぞよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。